内ももの付け根の脂肪だけ狙い撃ちします。まず仰向けで寝ましょう。両膝を曲げた状態で股関節を外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。内ももを使っている感覚がない人はスマホを持っていない方の手で内ももを触りながら足を閉じてみましょう。内ももの筋肉に力が入っている感覚があれば OK です。股関節を限界まで外に開いてから内ももを使って閉じるとより効果的です。次は左足だけ立てた状態で右足は伸ばして右足だけ股関節を外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。足を外に開くときは床につきそうになるまで下げましょう。そこから内ももを使って閉じましょう。硬い人は膝が多少曲がっても大丈夫です。内ももの付け根を使う意識だけ忘れないようにしましょう。この動画で一番大切なのは最後の2種目です。一番内ももを使う種目と一番最後が使った内ももを伸ばすストレッチ。動画を途中でやめると効果が半減してしまいます。最後まで一緒に頑張りましょう。次は左足を行います。右足は立てたままで左足はしっかり伸ばして外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。内ももの付け根に脂肪が溜まりやすい理由は本当に股関節を外までしっかり開いた時にしか使えない筋肉なんです。だから日常生活ではほぼ使わなくて脂肪が溜まってしまいます。この動画では股関節をしっかり外まで開いて内ももの付け根の筋肉を使って足を閉じましょう。次は股関節を片足ずつ内にねじります。内ももの付け根を使ってゆっくり膝を内側に入れましょう。股関節付け根からねじるイメージです。骨盤が多少浮いても大丈夫です。お尻の外側を使って内に倒すこともできるのですが、内ももの付け根を意識して内に倒しましょう。ズボラストレッチの動画は何個か組み合わせて1回に30分ぐらい行えると良いと思います。なぜなら体が温まってからの方がストレッチの効果が出やすいです。一つの動画だけだと体が温まったぐらいで終わってしまいます。かかとを体の方に引きましょう。お尻とかかとをくっつけるイメージでそのまま股関節を外に開きます。かかとをお尻に近づけた状態で股関節を外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。1番のストレッチと同じ動きなのですが、膝を曲げている角度がきついので1番よりきついと思います。内ももの付け根を使って閉じることを意識し続けましょう。普段椅子に座っている時に膝と膝をつけたまま座っているのが苦手な人は膝同士をつけてるだけでも内もものトレーニングになります。ぜひ仕事中や授業中にやってみましょう。次は右足だけ浮かせて膝を伸ばした状態で大きく内回しにくるくる回しましょう。内に入れるときに内ももの付け根を使いましょう。低い位置で小さくくるくる回しているのが楽なのですが、なるべく大きく回しましょう。この動きで腰が痛い人は左膝を曲げてもらっても大丈夫です。その状態で大きくくるくる回しましょう。次は左足も同じように行います。左足を浮かせて大きく内回しに動かします。膝はなるべく伸ばしておきましょう。この動画では内ももの付け根を集中してストレッチを行っていますが、この動画だけを習慣化して内ももの付け根の部分痩せを狙うよりかは股関節全体のストレッチをして足全体を細くする方が効果が早いと思います。腰が痛かったら右膝曲げていただいて大丈夫です。次は右の股関節を外に開いた状態で内ももの付け根を使って足を上げましょう。つま先は外向けておきましょう。
もし内ももの付け根が動いている感覚がない人は、股関節が外に開いてない可能性が高いです。股関節付け根から外に開いて、つま先が外向いているのを確認した状態で足を上げましょう。それでも内ももの付け根を使っている感覚がない人は、空いている手で内ももの付け根を触りながら行ってみましょう。触ると動いている感覚を感じることができると思います。次は左足も同じように行います。股関節を外に開いた状態で内ももの付け根を使ってゆっくり足を上げましょう。これはすごい地味なんですが、恥骨筋という筋肉を使っています。もし興味がある人は概要欄に恥骨筋についての URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。この動きでも腰が痛い人がいると思います。その場合は反対の足を立てて行いましょう。6分間かけて内ももの付け根の筋肉ばかりを使ってきました。最後の種目は内ももの付け根を伸ばすストレッチです。しっかり最後まで行いましょう。動画と同じように手で足の裏をつかみましょう。スマホは一回床に置きましょう。掴んだ足を体の方にぐーっと引きましょう。裏もも、内ももが伸びていれば OK です。もし伸びる感覚がない人は少し角度を変えてみたり、つま先を自分の方にぐっと寄せてみたり試してみましょう。硬くて足の裏に手が届かない人は太ももを持っても大丈夫です。こんな感じです。内もも、裏ももが伸びていれば OK です。これも伸びないという方は足パカでも大丈夫です。最後に内もものストレッチを行うということをお伝えしたいです。この動画が終わった後に行った方がいいストレッチを概要欄に貼っておきます。今日もお疲れ様でした。まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録よろしくお願いします。明日も更新します。